おはようございます。花巻温泉ホテル高揚館に一泊。夜の間にすごい雪が降りました。友達の車もこんな感じ。もう雪まみれで掘り起こした。大変でしたか？前が見えないし恐ろしい。なんかマルカンビル大食堂にとりあえず行こうみたいな話をしていて、よし、じゃあ出発です。カムリについて行きましょう。いやーでも花巻温泉めちゃくちゃ良かったです。おー、すごいいい天気だ。晴れた雪、もう何回目かわからないけど晴れた雪道すごすぎるね。めちゃくちゃ気持ちいい。ホテルのチェックアウト時間の1時間ぐらい前に車に戻ってきて雪のチェックとかいろいろしてました。でそのタイミングで FF ヒーターをオンにしてから来たので、乗り込む時にはもう車内はポカポカ。こうやって寒冷地で乗り込む前に車を事前に温めておくことができるっていうのはとってもいいですね。さあ除雪車がいます。グレーダーだね。地面の雪を削り取るやつで、ドーザーみたいなのもいる。これは削り取った雪を路肩に排出する感じの機械かな。いや、こういうのでどんどん除雪してくれてるから本当に走りやすいですね。ただ雪道をバロッコでもう5日ぐらい走ってるんですが、分かったことがあります。さっきの花巻温泉の周辺のような雪が降りたて、またはもう全面が真っ白になっているような圧雪路、そこは全然滑りません。普通にタイヤが食ってくれます。ただ FR にしてると、肉にしてるともうケツが踊っちゃうので、圧雪路では絶対に肉では運転できない。で一番怖いのがどちらかというと、こういった普通のアスファルト路面と凍った白いところがミックスになってるところですね。左側がこうやってアスファルトで、右側が凍ってるこういったミックスの路面だと、こう左のタイヤと右のタイヤで路面への食いつき方が変わってくるので、これちょっとでもラフなブレーキ操作とかアクセル操作をするとカーブとかでスピンする可能性がありますよね。ブラックアイスバーン、これが恐ろしかったです。国道を走行していて東北道と交わるところを昨日通過したんですが、アンダーパスになっているので日差しが注がなくて、そこがちょうどね凍ってたみたいなんですよ。で前後には凍結注意滑るって看板が出ていたので警戒はしていたんですが、やっぱね滑りました。その時は路面は乾燥していたので FR のモードで走ってたんですよ。そうしたらね40キロぐらいのスピードで走ってましたが、ケツが滑って、いやマジでねあれはもう死ぬかと思いました。マジで心臓バクバクでした。ケツが滑って、しかもちょっとカーブになってたんですよね。でケツが滑ってカウンター当ててなんとか姿勢を元に戻したんですが、こうブラックアイスバーンに乗った瞬間ってもう分かるんですよね。明らかに路面の接地感が減ってふわってした感覚、ここじゃねえか、ここな気がする。ここですよ。東北道が上にあるもんね。ここです。昨日ここで死にかけました。マジで。やっぱブラックアイスバーンに乗った時って明らかに路面の接地感がなくなって、氷のスケートリンクの上を走ってるような感覚になるんですよ、実際に。いやー本当ね、その状態になって、グリップなくなったって思ったのもつかの間、もう 0.5 秒後にはリアが流れて、やばいこれはって滑るってなって、超怖かったです。昨日。そうね、だからアイスバーン路面が一番警戒が必要かな。で2番目にこういうアスファルトと雪道がミックスされた道、左右とかでグリップが変わるので、ラフな操作は難しいよっていうところだね。で圧雪新雪路はもうむしろアトラクションみたいな状態かな。でそうだな、軽トラとかのハイゼットトラックベースのキャンピングカー、軽キャンピングカーを買おうとしてる人に言いたいのは、ちょっとでも雪国に行く可能性があるなら絶対に4個を買うべきです。二輪駆動のグレードを買うともう基本的に
雪国には行けないと思ってください。絶対に行けないです。 FR だと確実にどっかで死にます。圧雪とか新雪のところはもうケツが流れて運転しづらいのと、あとは凍った路面とかもちょっと坂道とかで発進停止する時とかはグリップが少なくってうまく発進とかできないと思うんで、もう肉のキャンピングカーというか肉のハイゼットトラックで雪国に行くっていうのはもうやらない方がいいですね、絶対。なんか着きました。マルカンビル大食堂付近に来ました。なんか東京ではあんまり見かけない P マークの駐車場所標識があって、枠内だったら無料で止められるっぽいです。ここの商店街の通りにマルカンビル大食堂があるみたいです何やってんのマジでびっくりした何が起きてるんですかあれは鍵かかってる状態で内側から無理やり開けようとして、あ、そういうことマルカンビル食堂着席しました。窓際が取れましたよ。すごい雪が降ってる。注文方法は入り口で食券を買う形式とスマホからのモバイルオーダーの形式があります。手元から選べますよ。何にしようかね。これ QR コードから注文する人の方がさっさといい席取れるっていう。ああ、そうそうそう、確かに QR の方が早くいい席取れますね。スプリンアラモードとレモンスカッシュ。おお。これがマルカン食堂の有名なアイスクリームです。ソフトクリームです。どっちでもいいですちょっと食べてみます。お箸で食べるのがなんかいいらしいです。へえ。どうですか。濃い。へえ。なんかちゃんとアイスクリームしてるそりゃそうだ。満喫で出てくるアイスじゃないシャバシャバのねちゃんとミルクの味がちゃんとするやつです。シャバいソフトじゃないと。到着。なんかクリームがただの生クリームじゃなくて、なんかちょっとシャリシャリしてて、多分砂糖だと思うんですけどそういうこと。美味しいです。食感が入ってるんだ。プリンアラモードだ。王道のプリンアラモードだね。うめえ。レモンスカッシュです。これね、めちゃくちゃレモンが効いてます。想像してたののね8倍ぐらい酸っぱいです。めちゃくちゃ濃厚。死ぬほど雪が降ってきた。友達が餃子を注文しました。これはどんな餃子ですか。なんか揚げ餃子のように見えるけど、結構皮に厚みがあって、揚げ餃子ほどカリカリじゃなくって、なんだろう、揚げ餃子なんだけど揚げ餃子のようで揚げ餃子じゃないちょっと揚げ餃子みたいな。あ面白い餃子ですね。よくわかりますね。それは揚げ餃子のようで揚げ餃子。マルカンビル大食堂を堪能しました。東北自動車道花巻パーキングエリアのスマートインターから上りに入るのかな。宮城松島の方まで行きます。旅館に到着。すごすぎる。松島ビューだ。完全にめっちゃすごい。明るいうちにチェックインしないとこれ損だな。いいね。ちょうど夕日に照らされて松島が綺麗に輝いてます。夕食です。ホテル松島大観荘。夕食ビュッフェがやばい。海鮮がね無限にあって、これはマグロです。自分で作る海鮮丼とタコ唐揚げ、ステーキ、カキの蒸したやつを食べ放題。取りすぎてしまった。
旅も最終日になってしまいました。松島の温泉旅館松島大観荘を出ます。最後に松島の遊覧船に乗ってフィニッシュです。本当ね、眺めが良くて最高の旅館でしたね。松島遊覧船の駐車場に入りました。めちゃくちゃギリギリになってしまった。松島のフェリーなんとかかんとか遊覧船に乗ります。あと4分で出港です。250です。250だそうです。お、両方とも同時に出るの？さらばだ。バイバイ。こんなに島が点在してるんだね。まだ割と距離があるのでコーヒーを買いました。また松島の島を背景に塩釜港を出入りする大小の船舶の往来もコーヒー飲みながら松島の遊覧船楽しんできました。40分か50分ぐらいかけて松島の島々の周り間を縫って航行するクルーズでした。事前にネットからチケットを取ると1人当たり900円で回れるんですが、観光船としてはあれ爆安クラスだと思います。船の規模にもよるんですけど、観光遊覧船って2000円以上取られるのがザラだと思っているので、4、50分航行してくれて900円はマジで安いですね。店内には売店もついていてコーヒーが売ってたので思わず買ってしまいました。船上で飲むコーヒーは本当に美味しかったですね。いよいよ旅の終わり。だいたい今は正午ぐらいです。ガソリンがまたないのよ。ガソリンがもう残り1メモリなので給油をしないと千葉に帰れません。行きで話していたコストコがこっちにあるんですよ。行きで行こうとしていた仙台泉のコストコです。コストコに到着しました。給油ランプがついてもうガソリンのメモリもなくなってしまった。ちょうどいいですね。今日のプライスは164円です。かなり安いと思います。給油してこの後買い物をしたら東京へ帰ります。いやお疲れ様でした。仙台泉富谷のコストコを出ました。時刻は2時。友達もねもうここから解散です。彼らは東北道で帰るみたいです。僕は常磐道で帰ります。長旅だった。家に向かって走りましょう。ノンストップで走ったとしても到着予想は7時です。本当に長く、5泊6日、そしてプラス初日移動の0泊目という風なところで都合6泊ぐらいしたのかな。うち2泊プラス1車中泊は個人、そして3泊は友達という風なところで、とっても楽しい1週間になりました。船橋に到着です。ありがとうバロッコ。洗車中。総走行距離は1700キロになりました。とっても長い距離を旅した5日か6日間でした。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございました。バイバイ。